皆さんこんにちは。AM ジャパニーズの綾乃です。いつも見てくださってありがとうございます。今日この動画を撮っているのが12月の1日です。あっという間に12月になりました。すっかり寒くなってきて冬だなぁと思います。皆さんが住んでいるところは寒いですか？それとも寒くないところに住んでいるのかな？私が住んでいるところはかなり寒くなってきました。そこで今回の動画のテーマは冬です。冬によく使うようなフレーズを集めてみました。ぜひ最後までご覧ください。皆さんが誰かと会話をするとき、アイスブレイクで天気の話をすることって多くないですか？まずは It's cold とか It's cold isn't it? という言い方を、スラングなども含めていろんな言い方をご紹介したいと思います。まずはカジュアルな言い方です。ご存知の方も多いとは思うんですが、cold は寒いと言います。寒い。その寒いをそのまま寒いっていうのも OK です。他にもいろんな言い方を知っといた方がいいですよね。例えば、寒いというのを誰かに同意してほしいとき、そういうときは、修助詞のねをつけて相手に同意を求めるような言い方にできます。例えば、寒いね、寒いねっていう風にお友達に言ったりしますね。今日寒いね。そうだね、寒いね。こんな感じです。寒いを強調するために very というのを日本語でつけてみましょう。いろんな言い方があるのですが、まずは、そうですね。すごくですね。すごく寒い。すごく寒いというと、ちょっとだけ丁寧な感じがするので、今日すっごい寒いね。すっごい寒い。っていう風に言うと、よりカジュアルに聞こえます。すっごい寒い。ですね。あとは、めっちゃという単語を使って、めっちゃ寒い。It's very cold. めっちゃ寒い。誰かに同意をしてほしいときは、めっちゃ寒いね。こんな感じです。あとは、マジですね。かなりカジュアルな、very です。マジ寒い。マジ寒い。誰かに言うときは、マジ寒いね。マジ寒いね。こんな感じです。あとは、関西の方の人たちは、ほんまっていうのを very っていうので使います。ほんま。ほんま寒い。ほんま寒い。で、関西の人はねの代わりに修助詞をなに変えるんですね。なので、普通は、例えば、マジ寒いね。寒いねって言うんですけど、関西の人は、寒いなにします。なので、関西っぽく言うと、ほんま寒いなって感じです。関西人じゃないので、旦那から、私の主人は関西人で、旦那から、イントネーションを教えてもらいました。もしかしたら違っているかもしれないんですけど、はい。あとは、人によっては、ちょっと言葉遣い悪いんじゃないとかいう風に感じる人もいるので、注意が必要なんですが、クソっていう単語です。クソです。そうですね。友達同士で、本当に仲がいい人同士で使うことって結構あるので、知っておいて、損はないかなとは思いますが、クソ寒い、クソ寒いね、っていう感じで、かなりラフに聞こえますね。はい。本当に仲がいい人だけで使ってください。はい。あとは、言い方で、ちょっとネイティブっぽく聞こえるかなと思うのが、ただ寒いだけじゃなくて、寒っていうと、このちっちゃいつが入るんですね。寒っていうと、すごく寒さを強調してるように聞こえます。結構このちっちゃいつを入れて強調される言葉って多いんですよ。例えば、甘い、スイートですね。スイートも、甘いだけじゃなくて、ちっちゃいやつを入れると甘ってなるんですね。これをするとかなり甘いっていうのが伝わってきます。他にも苦い、bitter ですね。もう苦いを苦
っていうと、かなりネイティブっぽいですよ。最後の形容詞のいを抜いて、に、その言葉と言葉、ひらがなとひらがなの間につを入れるといいです。なので、寒いの場合は、寒です。で、寒の無をぶに変える人もいるんですね。これは全部の、言葉に当てはまるっていうわけじゃないんですけど、無っていうのをぶに変えるっていうのは時々あります。寒っていうのをサブっていう人も、結構います。はい。なので、ちょっとネイティブっぽく聞こえるコツですね。はい。ぜひやってみてください。他にも寒い以外の、寒さを表す表現があって、まずは、凍りそうですね。凍りそう。凍るっていうのが、カチカチの、氷のようになるっていう感じですね。あとは、これもいろんな、時に使えると思うんですけど、死にそうです。寒くて死にそう。I'm dying ですね。これもよくスラングでも使うんじゃないでしょうか。これ日本語でも死にそうってよく言います。これもかなりカジュアルな言い方で友達同士で使えると思います。特に仲がいい友達同士ですね。さあ、カジュアルな言い方が終わって、次はフォーマルな言い方です。これはもうパターンが一つとかしかないので、簡単です。ただ、寒いにですをつけて、寒いです。今日は寒いです。または、誰かに同調を求めたいときは、今日は寒いですね。今日は寒いですね。というねを最後につけると、同意を求める言い方にできます。別れ際に言えるフレーズなんですが、英語では keep warm ってよく聞くんですが、それを日本語にすると、あったかくしてね、あったかくしてね、という風に言います。または、be careful not to catch a cold っていうのもよく聞きますが、風邪をひかないように気をつけてね、風邪をひかないように気をつけてね、という風に日本語では言います。友達と会った後の別れ際だったり、メールのやり取りの最後だったりで、あったかくしてね、風邪ひかないように気をつけてね、っていう風に、一言添えられると、とてもいいと思います。keep warm の丁寧な言い方は、あったかくしてくださいね。あったかくしてくださいね。be careful not to catch a cold の丁寧な言い方は、風邪をひかないようお気をつけくださいと言います。ビジネスでも使えるかなり、丁寧な言い方。その keep warm とか be careful not to catch a cold の意味も全部含まれた take care of yourself の言い方がお体ご自愛くださいというふうに言います。これもよく丁寧なフレーズとして使う機会がありますので、ぜひ覚えてください。今回の動画はこれで終わりです。次の動画では、風邪の症状についていくつかご紹介したいと思います。そして合わせて病院でのロールプレイっていうのもやりたいと思いますので、ぜひ次の動画もお見逃しなく。では次の動画でお会いしましょう。See you next time! バイバイまたね